はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は6月前半の星の動きの説明とタロットリーディングをさせていただきます。それから6月9日に占星術と数秘術のフェスがあります。そちらに参加させていただくことになっています。今の私だからこそ伝えられる新しい占星術の見解を皆さんに披露したいと思っていますので、ご興味ある方はぜひ概要欄から詳細ご覧ください。では早速いきましょう。お願いします。まずちょっとタロットをね混ぜながら。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ソードキング逆ワンド2の逆、ペンタクルス10逆、ワールド逆、カップ9、ペンタクルスページ逆、デビル逆。気をつけることや対策は女帝の逆と忍者とオラクルはすごい太陽です。いやーすごいですね。ちょっと星の話を先にさせていただくんですけど、星で見るとこの6月っていうのは本当に自分の社会が輝いているみたいな時でして、5月のね26日から木星が双子座に入ったっていうことで、いよいよ今年後半のテーマが始まりましたねっていう感じなんです。で、今年後半のテーマっていうのは本当に乙女座の皆さんにとっては自分の社会が際立ってくるっていうことなんですね。自分の社会が際立つっていうのは、お仕事頑張りたいんだっていう方は仕事が盛り上がるとか、何か社会に出ていくきっかけがあるとか、もっと自分の目標を掲げて上に目指していくとかってこともあれば、今までとは違う生き方をする、今までとは違う環境になっていくっていうこともあるんですね。なのでその人それぞれによって違いますが、自分が望む理想の世界に近づいていける時だよっていう流れが始まったわけです。で、さらにこの6月っていうのは6月6日が新月なんですけれども、この新月っていうのはその乙女座の皆さんにとっては自分の社会をどう生きたいですかっていうことをすごく問われているようなタイミングでして、もう6月に入ってからすぐね、思考もすごく軽やかになるし、いろんなことを思いついたりとか、否定的な考えからポジティブな考えに生きやすくなるので、すごく可能性が広がると思うんですよね。で、その中で6月6日にどんなことを願うのか、どんなことを意図するのか、何にコミットするのかっていうのを決めていただくと、すごくそのような世界が、ここから流れていくなっていう感じなんです。ですので特に6月9日以降っていうのはね、この火星のエネルギーもじっくりと腰を据えて何かを努力していくとか、きちんとやっていくぞっていうような流れもありますので、何かいい世界が広がるんだろうなと思うんです。その上でちょっとカードを見た時に、非常に自分に対して厳しい目で自分を見ているっていうカードが出ていまして、今の環境でもちろん恵まれていることやもう少し改善したいこととかいろいろあると思うんですが、もっとこうすべきじゃないかなとか、自分はもっとこうした方がいいんじゃないかっていうような対策ばっかり自分に与えていませんかみたいな感じがあります。そしてその上でベストな道はどっちだろうとか、これはこうした方がいいんじゃないかっていうことですごく考えている。でもここまでの流れも決してそんなに悪くなかったんじゃないかなと思うんですね。現実は言うほど、ご自身が捉えてらっしゃるほど悪くないんだけど、そのいい環境とか恵まれてる環境の中でもうちょっとこうしたりとか、だからこうした方がいいんだみたいな、その中でのさらに解決策を探してしまうみたいな形で、ちょっとカードが言われてるには、せっかくあるその豊かさや自分になんていうかな、自分がすでに持ち合わせている、もちろん健康もそうだし、家族もそうだし、仕事だったりお金だったり、いろんなこと、この現実世界のいろんなことの中で豊かさはたくさんあるけれども、そこを見ないで、まるで自分の意識だけをどこかに置いているみたいな感じなんですよね。今ここにいても、今この瞬間を感じきるっていうよりは、思考だけがどこかに行って違うことを考えてる、そして今のこの豊かさに気づかないみたいな、そんな感じで出ていますが6月の3日以降、彗星もねまた双子座に入ってすごく警戒になってくる。そこから一気になんかパーンって開けるっていう感じがありまして、とってもいい気づきがあるんじゃないでしょうか。これは乙女座の皆さんいいと思いますよ。この6月前半に何かしら自分を悩ませていた思考癖や
こう気になっていたこととか、それが一気になんか解決の方に向かうみたいな感じがあるんですね。でもちろんそこに浮き足立ってわーっていくっていうよりは、それをじっくりと固めていこうみたいな形でしっかりと慎重にやっていく。そしてその結果、自分がずっととらわれていたことを手放すっていうふうに出ているので、ものすごい解放だなっていうふうに感じます。とても。で今はまだどの対策がいいんだろうかとか、これは有効なんだろうかとか、そんなに自分をそんなに甘やかせてはいけないんだみたいな、そういう感じがありますが、いやでもやっぱり流れもそうですし、今出てきたカードもスターということで、本当にご自身が自分の生活や自分をどのように見ていたとしても、この6月の前半の流れっていうのは宇宙からしたらものすごい応援で、今ある中での幸せを満喫できるように、そして自分がこだわっていた何かっていうものを本当に自分の気づきによって手放していくっていうような流れがあります。これはとっても豊かなので、ぜひね、何を手放したいのか、もう先に私これ手放したいですという方はそれをコメントで書いていただいても嬉しいですし、またはこういう気づきがありましたっていうのはぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。何よりもやっぱりなんかそのタイミングが来たなっていう感じがすごいします。6月6日の新月って、新月全体の流れでいくと、ものすごくその自分に何を許可しますかみたいな感じの流れなんですね。自分を喜ばせるとか、自分で自分の人生を作っていく上で、自分を縛っていたものの何を溶かしますか、そして何を許可して喜ばせていきますかっていうことを決めるのにすごくふさわしいんですけども、それが乙女座の皆さんにとってはまさに社会、生きている環境そのものに影響するっていう形なので、おそらくここから今年の後半にかけて進んでいく道が示されるんだなって感じがすごくします。すごく明るい。そしてちょっと今回はお仕事のことと、あと人間関係についてちょっともう少し詳しく見ていきたいので、ちょっとまず仕事のことを見てみますね。お仕事こんだけ社会運があればね、すごくいいんですけれど、ちょっと見てみると、お月さんとラバーズとカップのクイーンということで、仕事に関してはまだなんかこれをこうやっていくんだっていうなんか明確な計画を立てにくいっていう感じで出ています。まず自分の気持ちもまだわからない、ちょっと携わってみないとそれがどうなるかわからないっていうのもそうだし、初めてのことであまり経験がなかったり、ちょっと要するに見通しが立たないような状況みたいなんですよね、カードで見る限り。なのであえてそんなに先のことまで計画を立てたり、見通しを立てるというよりも、今できることをやろうみたいな、今できる精一杯をやってたらいい、あとはちょっとどういう流れになるか見てみようみたいな、そういうちょっとゆったり構えるような感覚がいいみたいですね。まだね決まってないって感じがするんです。でまだ可能性っていうのは出てくるから、全部の素材がまだ揃っていない状態で決められないし、今お仕事で言われているのは、実はどれだけの業務をこなすかとか、どれだけ生産的になるかではなく、自分が何を一番大事にしたいのかっていう価値とか感性っていうものを自分でしっかりと持っていてくださいと。それがあればここから先やってくるいろんな話、展開していく話の中でも何が基準か分かりますよっていうふうに言われてるなって思いました。なので具体的にやっていくんですねみたいな、何か題材が今示されているかっていうとそうではないので、今もう仕事決まってますとかね、やること決まってますって方もいらっしゃると思いますが、何か見通しはちょっと立ちにくい、まだ何かが揃ってないし、まだ初々しいというのかな、なんか出来上がってないんですよね、仕事の可能性っていうものが。なのでこれはもうちょっと様子見ていきましょうって感じ、この2週間は。ただね、先ほど言ったみたいに自分が一番何を大事にしたいのかっていう自分の思いだったり情熱だったり感性だったり価値っていうものをしっかり保っていれば、ちゃんと必要に応じて流れていきますよって感じがします。でそれからちょっと人間関係や恋愛のことも見てみますね。はい、ソードの2とソードの10とペンタクルスのページということで、人間関係に関してはもうよっぽど信頼を置いている人との関係っていうのは決して壊れないけれども、何か自分自身が他者に対してすごく心を閉ざしているか、もしくは疑いの気持ちを持っているっていう感じがします。なんかこれ以上乱したくないし乱されたくないから
あまり深く突っ込まないでおこうとかもそうだし、何か自分が他者に対してこれだけの思いでやっているのにとか、これだけ自分は一生懸命やってるけど他者からは返ってこないみたいな、そういった感じでちょっと人間関係や恋愛に関してはちょっぴり疲れてるのかなって感じがあるんですね。だからこそ大きく、またここでもページって出てるんですけど、だからこそ自分が大事にしたいものっていうものをゆっくり育てていこうみたいな感じ、今はまだ可能性だけを求めていこうみたいな、何かこれもお互いの関係性をはっきりしたものに持ち上げようとか、一緒にお祝いしようとかっていうのではなく、それぞれが大事にしているその思いっていうものを大事にしときましょうみたいな感じ、一緒にシェアしようとかそういうんじゃなくて、今はそれぞれに大事にしたいものをシェアしておこうみたいな、無理やり一緒になってどっちかが犠牲になるとかではなく、それぞれの価値を大事にしとこうねっていう感じで、気をつけることとして言うならば、先ほど言ったみたいにこっちはこんなに一生懸命頑張ってるのに向こうから帰ってこないみたいな、そういう感覚はあるかもしれないんですけど、向こうも実は必死だったっていうこともあるので、そこをあんまりね、深読みして何か突っ込んでいくっていうか、その文句を言ったりとか確認したくなったりとかっていうのにせずに、お互いに今ちょっと立場的に厳しいっていう感じがするので、まずは他者に自分を認めてもらうとか承認してもらうっていうよりも、自分で自分のことは整えておこうぐらいの感じがいいと思いますね。そしてやっぱりこのさっき全体のところで見た何から解放されるのかなって言った時に、なんかね、これはすごく他者に対して人間関係とか他者に対してこうあらねばならないんだって思っていた思いを外していくんだなっていう形なので、自分自身が緩むんですよね。誰かに対しても一生懸命やらなきゃいけないって思っていたものをやめてみたら、自分が楽になって他者への怒りもなくなったみたいなこともありそうなので、人間関係とか恋愛に関してはすごい柔らかいエネルギーで包まれているというよりも、自分で自分を柔らかくする、自分で自分に優しくするっていうふうにしてると、相手のことも理解できるなっていう感じがしました。何よりもね、いろんなこの出来事を通して今はとっても応援されている時なので、いわゆる生きる社会環境が全て応援されているということは、今人間関係というのはちょうど学びの時に入ってますけれども、それも通して自分はどんな世界を生きていきたいのか、どんな環境で生きていきたいのかで、今苦しいんですっていう方もですね、その状況の中で感じることが大きな頻度だったりするので、もし体のことしんどいですっていう方がいらっしゃるとしたら、それこそ自分一人で頑張らないみたいなね、自分で自分の体をケアしてあげるっていうことをすることによって、他者の喜びっていうか他者の優しさも受け取れるし、宇宙からの恩恵も受け取れるし、本当に自分が進んでいく道っていうものが示されるんだなっていうふうに思いました。はい、ということで、ちょっと今回最後にまた違うエンジェルカードを引かせてください。乙女座の皆さんにね、どんなメッセージが来るのかな。ちょっと待ってね。これな気がする。チャイルドというカードが出ました。このカードを見て何か感じるものがあれば、皆さんもご自身の直感でメッセージを受け取ってみてください。いいですね。子供のように無邪気な気持ちで過ごしてほしいっていう感じがしました、私は。なんか頭で考えるとね、どうしても見えないものを見ようとしてって思考がいっちゃいますけど、ちょっとその問題を切り離して考えてみると、ものすごく豊かなものが目の前にあるというよりも、ものすごく豊かなものに包まれていた私はっていうことを感じるなと思ったので、ぜひそれで言ってください。ということで、ここまでにしておきたいと思います。もし何かしらね、分かりました、よかったですっていう方はぜひいいねボタンで教えてください。コメントもいつも拝見しています。次回また6月中旬ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。